先日たまたま SNS で上がってきた動画にですね、ある獣医師の方が膝蓋骨脱臼のある犬に対して、人が何百回も膝を屈伸させるようにお勧めしている動画を目にしたんです。それを見て私、もう驚愕したんですね。これを見た時にですね、もう何年も前に、視聴者さんが、くださったコメントを思い出したんですけれども、その方も全く同じことをおっしゃってて、病院で、屈伸を何度もさせるようにというふうに言われたんですけれども、犬に、屈伸運動をさせるってどうやったらいいんでしょうかっていうようなことを、おっしゃってました。もしこの動画をご覧の方で、なぜこれが勧められているのか、ご存知の方はぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。私は、全くわかりません。屈伸もですね、犬が筋肉を曲げたり伸ばしたり、自分でしない限り筋肉が鍛えられることはありませんし、靭帯が外れにくくなることもありません。それが何百回繰り返しても、それはないです。そういった不自然な人の手を介した屈伸を何百回も繰り返すことによって人体と腱が傷つくことの可能性の方がずっと高いと思っています。インターネットっていうのは本当に便利で、ある程度の情報は簡単に入手できますけれども、全ての情報が正しいわけでないというところが難しいところですよね。今日は一応ですね、膝蓋骨脱臼っていうのは一体何なのか、どういう状態のことを言うのかっていうのを簡単にもう一度おさらいしたいと思います。膝蓋骨脱臼っていうのは、膝にある小さな骨、膝蓋骨ですね、またはパテラと呼ばれます。この骨が体の内側もしくは外側にずれてしまう状態のことを言います。脱臼っていうと関節が外れるようなイメージを持つ方が多いかと思うんですけれども、実際にはこの膝蓋骨というのは浮いているような状態で、何に付着しているかって言ったら骨ではなくて靭帯に付着しています。で、ももの骨の正面にはくぼみがあって、ここに膝蓋骨が収まるはずなんです。ところが先天的に、この溝が浅かったり、もしくは全く溝がない場合ですね、この膝蓋骨がしっかり固定されないので動いてしまう状態が膝蓋骨脱臼と言われるものなんです。膝蓋骨脱臼というのはですね、ほとんどが先天性のもので、その場合は一般的に体の内側の方に外れると言われています。そして例えば交通事故とか、外傷によるショックなどで起こる場合は、膝の外側に外れることが多いと言われています。また生まれつき、両方に外れるワンちゃんというのもいます。ここまでのことを踏まえてですね、ちょっと私がよく耳にするコメントというかフレーズというかをシェアしたいと思います。それについてですね、それ本当なのかどうなのかということをですね、解説していきたいと思います。膝蓋骨脱臼に効くサプリを飲ませています。先ほども言いましたけれども、膝蓋骨脱臼というのは、ほとんどが先天性のもので、生まれつきですね。それが治せるサプリっていうのは、ないですね。膝蓋骨脱臼にいいだろうと思って、与えているサプリっていうのは大体が、関節周りに必要な栄養素を補給する、ものだったり、コンドロイチンとかグルコサミンとかコラーゲンとかそういったものとプラス、炎症を抑えるようなオメガ3のようなものが入ったサプリのことをおっしゃってるんじゃないかなと思っています。でも、それは全ての犬に必要なものですよね。だからそれを飲んだからといって別に体に、もちろんいいわけですけれども、でもだからといって膝蓋骨脱臼が、改善されるわけではないです。小型犬はもしくはこの犬種は膝が外れるのが普通みたいです。こういうふうに言われる方結構いらっしゃるんですよね。確かに小型犬に多い、疾患ではあります。そして日本では小型犬を飼っている方の数が多いっていうこともあって当たり前のように感じるかもしれないんですけども、でもそれがスタンダードというわけではありません。
小型化するという言葉、ミニチュアライズという言葉の、語源にはですね、奇形化するという、意味合いがあるくらい、何かを小さくしようとした時にいろいろな不具合が出てくるということなんですね。どうしてこんなに膝蓋骨脱臼自体が多いのかっていうことを、考えてみるとですね、ズバリこれは、膝蓋骨脱臼のある犬を繁殖に使っているからです。劣悪な業者でしたらもちろんどんな状態の犬であっても、繁殖に使えるだけ使うでしょうし、良心的なブリーダーであってもですね、しっかり遺伝学を学んで、なおかつ、その犬の膝の状態を正しく把握できるある程度の経験を積んだブリーダーさんでないと、その見極めっていうのは難しいと思います。その犬の4代前に遡って、こうチェックをしていくというのが基準になるようですので、自分の犬の記録をしっかり、記録、管理されている方でないと、無理だと思います。で、どんなにしっかり、やられている方であってもですね、遺伝っていうのは100% ということはありませんので、どんなに気をつけていても、そういった疾患が出る場合も、ゼロではないです。でも一般的に言ってですね、日本の、ブリーディングの、スタンダードが高くはないということは、事実です。小型犬は、もしくはこの犬種は、膝蓋骨脱臼があるのが普通なんだよっていうのは決して本当ではないっていうことは、覚えておいていただきたいなと思います。で、もうすぐシニアになるのでパテラにならないように気をつけなきゃと思っています。繰り返しになりますが、膝蓋骨脱臼のほとんどが先天性です。ですので、加齢によって発症するというタイプのものではないです。考えられる、ケースとしては、犬の、脱臼がとても軽度で、飼い主さんにもわからない感じ、ほとんど外れている様子が見えなくて、お年をしてから初めて症状が現れたっていう場合には、年をしたから、なったっていうふうにもしかすると勘違いされる場合もあると思うんですけれども、ほとんどが生まれつきと考えると、たとえ軽度であっても症状はあります。例えば外れても自分でさっと直せていたり、痛そうにキャンと声を上げなかったり、犬によってそれぞれですので、全く飼い主さんが気づいていないっていうケースも多々あります。ただ、軽度であってもですね、少しずつ、引っ張られるたびに骨がねじれたりとか、筋肉や、人体、腱などにも負荷がかかったり、いろいろなことが水面下で起きてはいますので、それが、年とともに少しずつ、例えば炎症を起こしたりとか、いろんな形で少しずつ、現れてきますので、それで、年をしたら、パテラになってしまうというふうに思われることもあるのかもしれないんですけども、これは生まれつきのことであるということ。もちろんね、状態が悪化しないように家の中の環境を整えるとか、関節に負担がかからないように必要な栄養素を、取り入れるとか、マッサージや運動で体のケアをするとか、もちろん、それが有益であることは確かです。もう何度も繰り返しますけど、膝蓋骨脱臼は、生まれつき先天的なものがほとんどですので、それが治るということはありません。ですけれども、膝が、外れにくくするということは、不可能ではないんですね。内側に外れる犬であれば、外側の筋肉を強化することによって、人体が内側に外れにくくする。外側に外れる犬であれば、内側の筋肉を、強化して、外側に外れにくくする。そういった、考え方のトレーニングもあります。で、そのやり方についてはもうだいぶ古い動画なんですけれども、やり方を説明していますので、よかったらそちらをご覧ください。